イブ配信できてるのかなわからない。どうだろう。もし見えてたら大丈夫かな。見えてたらどなたか見えてますってコメントくださると嬉しいです。見てくださってる方がいる。ありがとうございます。あと最初にちょっとお知らせがありまして、ありがとうございます。見えてます。ちょっと一つだけちょっとお話をちょっとイングリッシュでさせてください。I'm so sorry. I got some messages from many people. I wrote just in Japanese, but they asked me, can you write in English or Italian or Spanish? But I'm so sorry. My mother language is Japanese, so I wrote only in Japanese. So maybe next time I will write in English. OK。そういうわけで、すいません。昨日ね、私がストーリーに、明日インスタライブします。クエスチョンあったらお願いしますっていうのを日本語で書いたんですね。そしたら、何人かの方々からですね、読めません。日本語わかりません。スペイン語お願いします。イタリア語お願いします。英語でお願いしますっていうね、メッセージをたくさんいただきまして、ごめんなさい。今日はonly in Japanese でお送りしますので、そうね。Maybe I will upload this video on YouTube. So please write comment on YouTube. はい。なのでなんかコメントとかなんかあったら、ぜひ、できたらこれアップロードするので YouTube にできるかなできたらするので、そちらにね、コメント書いていただけると、後できちんとね、返事しますので。はい。ということで今日は日本語で進めさせていただきます。で、いただいたご質問にお答えしようと思ったんですけど、なんかね、今日は2つ、お答えしようかなと思います。で、一つは、スマホのストレートネックが気になるんですけど、どうしたらいいですかっていう質問があったので、ちょっとね、お答えしたいと思います。で、多分ね、スマホとかね、こうなんかね、こうなってるってことですよね。こういうことがね、多分、ここのね、痛みとか引き起こしてて、肩こりとかね、気になりますっていう方がね、多いと思うんですけれども、そもそもそれどうしてなっちゃうかっていうところからね、本当は考えなきゃいけなくって、こう後ろに倒れた状態で見るからこういう風になるわけですよね。で、あとはこういう状態で、でも目は前に向けてるからこうやって見るじゃないですか。そしたらここがね、こういう首の状態になっちゃうってことですよね。ということは、本当に根本解決するんだったらば、この骨盤をきちんと立てて、自然にね、首のカーブができる状態を保ってあげる必要性があるんですけど、どうしてもスマホとか見ると、多分持ってるから疲れるからね、寄っかかっちゃうんですよね、後ろに。で、こうやって見るから、なるので、根本解決から言ったら、本当は骨盤のところからきちんと立てて、ナチュラルな背中のカーブと首のカーブができないと根本解決にはならない。いいですけど、固まった首を何とかしたいっていうお気持ちはわかるので、ちょっとね、ストレッチの方法をやりたいと思います。これ聞こえてる？多分聞こえてるよね。じゃあやりますよ。聞こえてたら聞こえてるってなんか書いてくださったら嬉しいです。聞こえてるかな？やりますよ。ここにほら、斜めに、ここにね、こういう風に、分かれますかね。こうで見える。このラインを、聞こえてます。ありがとうございます。これね、このラインを緩めたいので、これ、見えますね、斜めに。ここがね、この首の後ろ、耳の後ろにあるので、まずここを、こうやって、緩めます。いきなりストレッチされちゃう方いるんですけど、先に緩めた方がいいので、緩めます。で、ちょっと私今ね、素手でやっちゃってるので赤くなるかも。クリームとかね、ある方はね、クリームでやった方がいいと思います。ほんとね、くるくるって優しくしたら、このね、付け根のとこ、ここも、ちょっとこうやって、
ほら、これだけで私緩むのでね、肩下がりますよね。反対もやりましょう。これね、この斜めのやつ、ここをこうやって緩めます。あまり強くやらなくていいですよ。緩めるだけなので、このね、耳の後ろから手首をね、斜めに緩めてきて、ここのね、鎖骨のところまで緩めます。あ、ちょっと私赤くなっちゃったけど大丈夫かな。クリームある人はね、クリームでやった方がいいです。はい、これだけでもね、ちょっとね、首緩むんですけど、ここからストレッチね、していきたいと思います。で、座ったままでできるので、もしよかったら皆さん今一緒にやってみるといいですね。はい。で、横にね、まず倒していきます。そしたら耳の横に手を当てて、ゆっくりね、ぐいぐい引っ張らないでください。ただ倒すだけ。はい。で、この寝方がついていかないように、かといってね、ぐいぐい引っ張らなくてもいいです。自然にね、座ります。はい。で、そしたらこのね、顎を少し引きましょう。そうすると、首の斜め後ろ側がね、伸びます。で、今度ね、顎上げると、首の斜め前側が伸びます。はい。わかります？私こっちの肩ね、降りてるし、こっちの肩開いてますよね。こっちの肩よりもね。横から見るとわかるかな？ね、こっち開いてて、お茶ね、中に入ってる感じです。引っ張られてますね。はい、じゃあ反対もやりましょう。手を当てて、横にね、ゆっくり倒します。で、そしたらね、顎少し引くと首の斜め後ろ側が伸びて、で、顎を上げると首のね、斜め前側が伸びます。はい、OK です。ね、これで、はい、首周りのね、ストレッチができました。でも、今のは応急処置だと思ってください。首が凝っちゃったから何とかしたいんでっていうので、首がすっきりするストレッチしましたけど、大元を考えたらその首にならない方がいいので、その首にならないように骨盤から自然とね、立って座るっていう方をね、意識できるといいんですけど、こうなってるものをこういう風にしたら骨盤ね、これ下がったままただ上で引っ張ってるだけなので、これだと根本解決にならないので、やっぱりね、骨盤から力入れないで自然と座って背中のカーブと首のカーブがね、自然とできるようにしていきましょう。はい。で、そのためには股関節緩めてね、動きやすくしないといけないので、その方法は、そうですね、本にも書いてあるし、他の動画でも出してますけど、お尻歩きとかね、するといいと思います。ちょっと今日はそれはね、やらないですけど、よかったら過去の動画とかも見てみてください。YouTube にね、載ってます。で、もう一個ね、反り腰ね。反り腰は、反り腰だと思ってる人が、どれを反り腰だと思ってるかによるんですね。というのは、反り腰って文字通り、昔の私がこうだったんですけど、こういう感じ？これでこう、見えるかな？今の感じの反り腰は反ってますよね。で、もう一個。これ反ってるように見えるんですよね、ここの角度が。でもこれは、今のは反り腰っていうよりかは骨盤が前にこう押されて、骨盤が下がってこうお腹を押し出して、で、後ろに行くのをバランス取るために腰をこうちょっとぐっとこう入れてる状態なので、反り腰というよりかは骨盤が下がってて、押されてて腰を使ってるっていう状態なので、どっちにしても腰痛くなると思います。で、ご質問くださった方がどちらのタイプで、どういう意味で反り腰っておっしゃったのかがちょっとよくわからないので、一般的に、前に重心がかかっていて、反っちゃうっていうタイプについてのちょっとね、お話をします。で、いろんな原因がもちろんね、あるんです。私の場合は、バレエをね、ずっとやってたので、姿勢を良くしなきゃいけない。となると、こういう風につって
上半身の力を使っていい姿勢を作ろうとしてたので、もうその状態で固まっちゃってる状態だったんですね。なので、反り腰でした。で、他は多分ね、腸腰筋って言って、この足の付け根から骨盤にね、向かって、ついてる、簡単に言うと足の付け根から、お腹の中通って、腰の方についてる筋肉があるんですけど、そこがやっぱり縮まってると、こういう風に、なっちゃうので、ここがきちんと緩んで伸びてあげると、ね、骨盤が自然に立ちやすいっていうのもあります。で、私は思いっきりそこが縮んでたので、もうこんな、これでいい姿勢だと思ってたので、すごいね、腰が痛かったので、ダンサーの方とかね、意外と結構いらっしゃるので、その分腰でグッと力を入れてね、いい姿勢を作ってる方が多いんですよね。あといい姿勢になりたいとか思ってる、こういう感じですね。こういう感じで、ちょっと力を入れていい姿勢を作ってる方だと、どうしてもね、腰反って痛くなるので、じゃあどうしましょうかっていう話なんですけど、いろんな方法があって、まず最低限股関節をやっぱり緩めてあげるっていうところが大切ですね。自然と骨盤が動く、この動きがないから固まったままでいるので、もちろん痛くなりますよね。で、その骨盤が動くっていうのは、ちょっと大前提として、緩めて整えるっていうのは考えたとして、もう一個、じゃあ今日は腸腰筋をね、ちょっと緩めてみよう。固まっちゃってるので、緩めてみようっていうのをやりたいと思います。で、どれでやろうかなと。猫背になりたくて気をつけてたら反り腰になってしまいました。参考になります。ありがとうございます。そうなんですよ。もうみんなね、猫背になりたくないからね、頑張るんですけど、ここがこのまま、こっちだけこうやるんですよ。これすごい腰にきます。これね、実はここが、こうなると猫背じゃなくなるんですよ、勝手に。なので皆さん、ここの部分に気をつけないで、こっちだけね、やるから、私もです。もしかして質問くださった方かな。こっちだけでやるからなんですよね。こっちからなんですよ。で、これやるには、股関節ちゃんと緩めてあげて、骨盤がね、立つようにするのが大事なので、私のレッスンではね、どちらかというとそっちを主にやってます。本題に帰って。じゃあ、腸腰筋緩めましょうか。で、普段のレッスン結構うつ伏せになって腸腰筋緩めたりとかしてるんですけど、もう簡単だったらば、本当に、この足のね、付け根のところ、ここをね、こうやって緩めてあげるのも手ですよ。すごい言い方ですけど、文字通り、このね、足の付け根、この足の、このね、付け根のあたりをこうやって手で緩めてあげても緩むし、あとはテニスボールとかをこう入れて、ただ自重でね、こうやってやって、足の付け根を緩めてあげるっていうのもありです。で、まずそれで自分で緩めておいてから、1個だけね、ストレッチしますよ。よいしょ。もみもみしてみてください、この辺を。ご視聴ありがとうございます。ので、緩めました。で、1個だけストレッチします。で、よく紹介されてるのが、こういう、じゃーんみたいな、すごいストレッチが紹介されてると思うんですけど、これやってももちろんいいんですけど、腰をこうやって反っちゃうと意味ないんですよ。反っちゃダメで、ここをピンポイントで伸ばしたいので、今日はちょっと反らないで、少しだけね、いきます。で、ここ、鼠径部を伸ばしたいわけですよね。だから、こうなっちゃったら意味がないので、ちょっとこういう感じ。お尻をこう下にして、ここを押し出すみたいな。もうこれぐらいで大丈夫です。そんなにね、ぐいぐいやらなくても、マッサージしてみたらめちゃくちゃ痛いです。詰まってるかも。そこ、リンパの流れとかもあるから。ね、そうね、今度股関節から動かすものを先にやりましょうね。ちょっと今日は今腸腰筋やっちゃいますよ。ここを、こう。で、こうじゃないですよ。腰は絶対反らせない。お尻をこう押す感じ。ここを伸ばすだけです。ここだけです。もうこんなもんでいいです。で、見えるかな？見えますこれ。私今こっちの足やったんだけど、こっちやってない方の足ですよね。これやった方の足首が下がってます、これ。ということは、
こっち側の足のね付け根がこう緩んだことで余計な力が抜けたんで、これね下がってます。でちょっと余裕があったら立ってね、足踏みとか見えなくなる、足踏みとかしてみると、今緩めた方の足が上がりやすい、動かしやすいっていうのがね分かると思います。でちなみにほら、私の目尻の位置違いません？こっちの方が上にあるし、笑うとこっちの方がリフトアップしてるの分かると思います。というわけで、腸腰筋ってちょっとだけ緩めてあげて、ちょっとストレッチするだけでも体は動きやすくなるし、お顔もリフトアップするし、反り腰のねちょっと軽減にもなるので、ぜひやってみましょう。反対もねやりましょう。はい、こうで、この後ろの足をこういう感じ、お尻からこうちょっと押し出す感じ。絶対こうじゃないですよ。こうじゃないです。この付け根を伸ばす感じ。ね、これぐらいでいいです。はい。どれ？両足揃いましたね。はい。これで両方の足のね、この付け根のところ、腸筋を緩めてみたので、例えばこれで今あぐらで座ってるとして、これがね骨盤がくるんってちょっと自然と立ちやすくなったと思います。後ろに行っちゃってた人はちょっと立ちやすくなったし、昔の私みたいにってこうやって力でね姿勢を作ってた人は、あれ力入れなくってもなんか綺麗な姿勢になるみたいなね感じがするといいと思います。これが立った時のね、骨盤のこの傾きにも関係していくので、反り腰の方よくやりがちなのは反り腰対策のストレッチっていうんですかね。反ってるから反対に丸めるとか、なんていうの、ここをこう伸ばすストレッチとか、腹筋をつけて反り腰にならないようにしましょうみたいなものをどうしても皆さん試したがるんですけど、それはなんていうんですかね、ちゃんと股関節から動けるようになって自然とね骨盤がナチュラルに立って他の位置が抜けるようになってから補助的にその腹筋とかやる分には全然いいんですけど、いきなりここの動きができないのに、そういうなんていうんですかね、ストレッチとかエクササイズやると逆効果になる時もあるし、無理になってしまう時もねあるので、なんていうんですかね、やっぱ根本からアプローチしてあげるのが一番いいかなと思います。でなんかねよく聞かれるのは、じゃあヨガとかストレッチとかした方がいいですかねってよく聞かれるんですけど、いやもういいんですよ。動くのはいいんだけれども、先にそれやってからじゃないと結局大元が動いてないのに追加してストレッチとかしてもそもそもそこがね動かないので、これもかえってやったことで不調になるっていう場合もあるので、もしそういうレッスンがしたい場合はですね、多分ヨガの先生とかピラティスの先生とかエクササイズの先生とかきっとそこから見ていただける先生いると思うので、なんかそういうレッスンやってますかって聞いてみるとか、本当に反り腰がひどくって腰が痛いとかだったらプライベートレッスンをね一回入れてきちんとね見てもらってから体を整えてからストレッチなりエクササイズなりする方がいいと思いますので、なんかそういうところがご近所にあったらぜひなんか聞いてみるといいですよね。そういうなんか先生とか習ってる先生とかに。で習ってないからどこ行ったらいいか分かんないじゃんっていう人は多分 YouTube とかね見てやると思うんですけど、反り腰なのか、さっき言ったみたいに反ってんじゃなくってこうなってて無理やり腰の力を使ってるだけの人なのか、骨盤が後傾しててね、自分でもし分かんない場合はやっぱり一回分かる先生のところにね行ってみたらいいと思います。
はい。なんか私もなるべくね、質問にこうライブでお答えするのをやっていこうかなとは思うんですけど、いかんせんね、皆さんがどういう状態にあって質問をくださってるのかが、そこまで自分だとね、わからない、文字だけだとね、ちょっとわからないので、はい。まあでも今日見てくださってありがとうございます。コメントいただいて、皆さんが同じようなことに悩んでるっていうことがね、よくわかりました。こんにちは、間に合った。おありがとうございます。そうそう。そんなわけで、今日は、スマホの、このスマホ首、肩こり、首こりについて悩んでる方の、どうしたらいいですかっていうお答えと、それから反り腰についてのね、お話と、ちょっと簡単なね、ストレッチをお伝えしました。こんな感じでやっていこうかなと思いますが、So sorry. Only in Japanese でした。なので、English、Spanish とイタリアの方、書いてくださいという方は、Please watch my YouTube channel です。はい。日本人の方は、普通に質問してくださっても、お答えその場でするので、コメントにまたね、何かあったら書いてください。腸腰筋を少し緩めるだけでいいんですね。そうなんですよ。だからあんまり張り切ってすごい大きいストレッチとかすると、そもそも他が固まってるので、逆に引っ張られてね、腰を痛めてしまう可能性もあるので、まずは緩めるのが先ですね。緩めてから、それからストレッチをしてみるっていうのが順番でね、やるといいと思います。もうそろそろおしまいにしようかなと思うんですけど、なんか質問がある人がいたらどうぞ。実はね、さっきまでレッスンやってたんですよね。朝のレッスンをやって、今ね、皆さんお帰りになったので、ピッてね、ライブボタンを押してみました。大丈夫そうですかね。ね、もし実際になんかレッスンしてみたいとかがあったら、もう来週だけどね、1月も、実際にね、体験していただけるセミナーがあるので、そういう体験セミナー、グループレッスンとかに参加していただけると、もうちょっと、ちゃんと見て、個人的にね、お話しすることはできるんですけど、やっぱライブだとね、文字だけだから、ちょっとその辺が難しいかな。はい。大丈夫でしょうか？もうね、お昼だしね。もしなんか質問があったら、またね、インスタのダイレクトメッセージか、あと、公式 LINE に登録していただけると、そこでメッセージを送っていただくことできるので、プロフィールの、インスタのプロフィールピッてやって、リンクが出てくるので、その中から公式 LINE のところ、ピコってやってもらって、ご登録いただくと、そこからメッセージ送れるので、そこで送っていただいてもまたね、ライブとかでお答えしていきたいと思います。はい。じゃあ質問大丈夫かな？大丈夫そうですね。はい。というわけで、じゃあ今日ライブご視聴ありがとうございました。ではでは、さようなら。これどうやってさようならするんでしょうね。バツを押すの？